今回は日常生活の中で私がよく作っている丸い形が特徴的なスペイン風オムレツトルティージャでパタタスを作りたいと思います。実はいつも使っている大小2つのフライパンがあまりに愛用して表面も傷ができてしまっていたのですが、製造元メーカーですっかり新品同様にお直ししていただいたのでした。そこで我が家のフライパンの生まれ変わり記念と3月9日が世界スペイン風オムレツデーということもあって、両方を記念してスペイン風オムレツそのものの誕生のお話とともに、久しぶりに定番のトルティージャを作ってみたいと思います。ではまずスペイン風オムレツトルティージャにまつわるお話をしたいと思います。皆さんはこの単語のカタカナ表記をこんな感じで複数見たことはないですか？これは LL の部分の読み方をどうするかという影響なのです。伝統的あるいは正統派のリャという発音に対して地域性やある意味こなれた発音としてジャ、それからアメリカ英語からメキシコにまで広がるヤという発音のようにいくつか違いがあるわけです。個人的にはトルティージャのようにリャのリに少し濁点がついたような気持ちで発音するといいのかなと思っています。またこのトルティージャはそもそもトルタとスペイン語で言葉の語尾につける部品のような役目の縮小字という部分がドッキングされています。トルタそのものが丸くて平たいものを表し、それがタルトとかザッハトルテのトルテと親戚筋の言葉になっているわけです。ではスペインの国民食であるトルティージャの始まりはというと、16世紀以降スペイン人が南米からスペインに持ち帰ったジャガイモをそれまで卵だけで作っていた丸型オムレツにかさ増し具材として使うようになっていきました。その発祥地はポルトガルにぴったり面しているスペインのエステレマドゥーラ州だったと言われています。ちなみにメキシコのトウモロコシを使った薄くて丸いトルティージャ、こちらはトルティーヤと日本語では表記されがちですが、これはスペイン人が丸いパンを見てトルティージャのようだと、こちらにもその名前が付けられたといういきさつがあります。さてこのトルティージャは国民食であるがゆえに、卵に加える材料はじゃがいもだけか、はたまた玉ねぎも入れるかという伝統的な一大論争があります。私も実際にスペインのテレビ番組で見たことがあるのですが、街の声みたいな感じでマイクを向けられると、それぞれの持論をカメラの前で熱く語る人の取材があったりするくらいです。私は個人的には玉ねぎ入りで作るのが好きです。火が通った玉ねぎの甘みでより美味しさが増すと信じてます。さて先ほども述べたように3月9日は世界トルティージャデーとされています。この日は手頃で安価な食べ物である割に栄養価が高いスペイン風オムレツをもっと世界中で普及させようということで定められたものです。また前日の8日が病人のケアに生涯を捧げた聖人サン・フアン・デ・ディオスの日とされている上、翌日の3月9日が15世紀に生涯を終えたセ・フォアナの命日とも重なることから、歴史的な聖人たちの逸話と趣旨に合うこの日になったようです。もちろんトルティージャの日でなくてもいつでも日常的に作れるスペイン風オムレツ、新品に生まれ変わった我が家のフライパンの記念初調理として早速ご覧の材料を使って実際に作っていきたいと思います。まずオリーブオイルを気持ちたっぷり入れて、じゃがいもも玉ねぎも縦半分に切ってから 2,3 ミリの厚さにスライスした状態のものを入れてゆっくり炒めていきます。油が回ったら蓋をしてさらに時々かき混ぜながら柔らかくなるまで炒め続けます。しばらくこうして火を入れ続けて少し具材が柔らかくなってきたら塩と胡椒を加えます。お塩は先ほど挙げた材料のところには約小さじ1とありますが、この具材でそのうちの7割くらいを入れて、後で卵液の方に残りの塩を入れる感じです。その後もしばらく炒め続けてトータルで15分くらいは炒めるかと思います。この後は卵液と合わせるので柔らかくなるまで炒めます。
そしてその間に卵液を準備しておきます。ボウルに卵6個を割り入れてお箸で溶きほぐします。そこに牛乳を大さじ1杯半くらい入れます。こうすることで少し滑らかになるような気がします。そして先ほどのお塩の分量の残りも加えてよくかき混ぜておきます。こんな風によくかき混ぜます。十分に火が通って具材も柔らかくなったので、卵液と混ぜる前に大雑把な感じでフライ返しでじゃがいもを粗く切っておきます。その方がトルティージャにする時も全体が馴染みやすいかと思います。そして具材を火から下ろしてすぐに卵液に加えます。そうすることで少しだけ卵液も熱で固まり、その後も手早くトルティージャを作ることができます。では今度は直径20センチほどのフライパンの方を使っていよいよトルティージャを作っていきます。熱したフライパンにオリーブオイルを入れますが、これも日本人の感覚では結構たっぷりめに入れます。その後混ぜておいた卵液と具材を一気に流し込み、大きくかき混ぜながら火の当たり具合を少し慣らしていきます。こんな感じで固まりやすい外側から内側に混ぜ込むような感じで混ぜていくと、均一に下に火が通りやすいかと思います。火加減は弱火のままで、少し卵が固まりだしたら蓋をして全体に火を通していきます。これがしばらく火を通した状態ですが、火が通ってくるとだんだんずっしりと重みも増してくるので、そしたら、ひっくり返し時です。で、気をつけながら大きなお皿で蓋をするように覆って、そして勢いつけてひっくり返します。こんな感じでちょっと焼き色がちょっとつきすぎちゃったかもしれませんが、大丈夫かと思います。で、これでそのままスライドするようにまた元のフライパンに戻し、で裏面を焼きます。また蓋をしてしばらく待ってから出来上がりで、お皿で再びひっくり返すようにフライパンから出します。火の通り具合はお好みかと思います。私としては半熟よりは火が通ってる方が翌日のお弁当などにも使えるので、いつも火をしっかり通す方です。これで美味しいトルティージャが出来上がりました。おまけですが、愛用の大小2つのフライパンのお直しエピソードもお伝えさせてください。ほぼ毎日のように愛用して、かなり表面にも傷がついてしまっていたフライパンを処分して新品を購入した方がいいかなと考えていたのですが、捨てて処分してしまうのはやっぱりもったいなくて、その代わりに製造メーカーに再加工のサービスがあることを思い出して、思い切ってお直しをしてもらうことにしたのです。このメーカーの朝日軽金属さんは様々な調理器具を扱っているメーカーで、私もほぼ毎日こちらの製品を何かしら使っています。その朝日軽金属さんはお鍋の病院というネーミングで、郵送すると再加工してもらえるサービスがあります。フライパンを送ってから約2週間ぐらいで、あまりにも綺麗に生まれ変わって帰ってきた愛用のフライパンを見てびっくりしました。再加工サービスはとても安いという価格ではないですが、買うことを考えたら安いですし、何より長く大切に使い続けられるのが嬉しいですよね。今回のトルティージャ作りがご参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。